こんにちは、リリースハウスの菊池です。今回は先日レッスンに来ていただいたお客さんがこの股関節の詰まりが気になるとのことだったので、今回はそのおさらいプラスアルファの股関節の詰まりを解消する方法をご紹介していきます。でまずはじめに股関節の詰まりの原因が腸腰筋の硬直ですね。腸腰筋、この腰椎や骨盤の内側からこの大腿骨のちょっと内側の方に付着する筋肉で、この股関節を曲げる働きがあります。ただこの筋肉、腸腰筋が縮みにくくなると曲げにくくなる、要は詰まり感を感じてしまうんですね。なのでこの腸腰筋をほぐして伸ばして縮める、この3段階で緩めることで股関節の詰まりが解消してくれます。で腸腰筋を緩めれば股関節の詰まりだけじゃなくて、骨盤の歪みや腰痛、股関節痛、坐骨神経痛、足の張り、冷え、むくみの改善、あと太ももの代わりに股関節を使いやすくなれば美尻効果や美脚効果を得ることができます。ということで早速一緒にやっていきましょう。でまずはじめに股関節の動きのチェックをしていきましょう。仰向けになります。で片方の膝、両膝でもいいんですけど、ぐーっと抱えていって、この詰まり感、ここ引っかかるなって感覚があると思います。この感覚をよく覚えておいてください。では早速始めていきましょう。まずローラーを横向きに置いて、ローラーにこの腰骨の前側のちょっと下の部分ですねを乗せるようにうつ伏せになります。で両肘つま先をついて、このまま前後に細かくゴロゴロと転がります。この時は片方ずつほぐすようにしましょう。今は右側を細かくゴロゴロとほぐしています。でちょっと角度を変えながら、この腰骨前側の下の部分全体をゴロ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 とほぐしていきます。鼠径部ですね。で腸腰筋、特に内側に付着しているので、内側多めに細かくゴロゴロとほぐしていく。体の余計な力を抜いてじわ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 とほぐしてあげたら、次ピタッと止まって、この股関節のちょっと内側ら辺にローラーを当てたまま乗せている側の足、膝を10回曲げ伸ばししていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次に前ももほぐしていきましょう。ローラーに右の前もも乗せて、このまま前後にゴロゴロと転がります。大きくゴロゴロと転がって太ももの前側をほぐしていきます。ここは大腿直筋ですね。この腸腰筋と合わせてこの大腿直筋も硬くなると股関節の詰まり感を感じやすくなってしまうので、この大腿直筋、前ももも全体的にゴロゴロとほぐしていきます。で反対側も同様にほぐします。左の股関節の前側、腰骨のちょっと下の部分、鼠径部をローラーに乗せて、両肘つま先床についたら前後に細かくゴロゴロと転がる。体の余計な力を抜いてリラックスしていきます。ちょっとだけね、角度を変えながら内側だけじゃなくて外側の方まで全体的にゴロ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 とほぐしていく感じ。腸腰筋は特に長時間座っている方とか反り腰の方はカチカチに硬くなっているので、しっかりとほぐしてあげましょう。ゴロ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 全体的にほぐしてあげたら、股関節の内側あたりにローラーを当てたまま止まって、左膝を10回曲げ伸ばします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次前ももほぐします。ローラーに左の前ももを乗せたまま、このまま前後上下に大きくゴロゴロと転がる。大きくほぐすのが難しい場合は細かくゴロゴロとほぐしてあげてもいいです。でこの時お腹の力が抜けてしまうと腰が反りすぎて腰痛みやすいので、お尻お腹をキュッと締めてあげる。そうすると腰が反りにくいですね。で全体的にゴロ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 とほぐしてあげたら、次は筋肉を伸ばしていきます。ローラーを横にどかして膝立ちになります。で右足一歩前に出してお尻をぎゅーっと締めて骨盤を前にぐーっと押し出していきます。ぐーっと押し出す。そうすると左の股関節の前側鼠径部が伸びる感覚があります。このまま深呼吸をしながら20秒間キープします。でこの時左のつま先ちょっと内側に向けてあげましょう。
そうするとちょっと内側らへん腸腰筋が伸びやすいので、体の余計な力を抜いて、でもお尻はぎゅーっと締めて左の鼠径部を前に押し出す感じ、じわーっと鼠径部が伸びるのを感じます。で一旦緩めてあげて、再度お尻をぎゅーっと締めて鼠径部を伸ばす。この状態からさらに胸の前で手を組んで上ぐーっと背伸びをしながら体をほんの少し右に傾けます。伸ばしている側と反対側に傾ける感じ。このまま深呼吸をしながら20秒間キープ。この形を作ると腸腰筋、特に大腰筋がより深く伸びてくれます。あとはこの肋骨の下、骨盤の間の部分ですね、脇腹がじわーっと伸びるのを感じましょう。深呼吸を繰り返しながらリラックス。お尻はぎゅーっと締めていきます。でゆっくり元の位置に戻ったら手を下ろして、次反対側です。右足戻して左足前について、お尻をぎゅーっと締めて右の鼠径部を伸ばし、右つま先はちょっとだけ内側に向けて20秒間キープする。この時ちょっとだけ骨盤を後傾する、お尻をぎゅーっと締めて腰が反らないようにグッと丸めるイメージ、意識をするとより鼠径部、腸腰筋がしっかりと伸びてくれます。この辺が伸びてるな、腸腰筋伸びてるなってイメージしながらしっかりと緩めてあげてください。で一旦緩めてあげて再度伸ばします。お尻をぎゅーっと締めて骨盤後傾、鼠径部をじわーって伸ばす。胸の前で手を組んで上ぐーっと背伸びをしながら、今度は左にちょっとだけ体を倒していきます。このまま深呼吸をしながら20秒間キープ。左の鼠径部、股関節の前側と脇腹がじわーっと伸びるのを感じます。そんなに深く倒さなくてもいいので、とにかく上に伸びることを意識してあげましょう。腸腰筋、大腰筋は横隔膜とつながっているので、深呼吸をしっかりしてあげると腸腰筋も緩んでくれます。で体を元の位置に戻したら、次はお尻を伸ばしていきましょう。前に出している足、膝下を横に倒します。グッと倒す感じ。こっから後ろの足で骨盤、体を後ろに引きます。グッと後ろに引く感じで、つま先寝かせてこのまま深呼吸をしながら20秒間キープします。左のお尻がじわーっと伸びるのを感じましょう。でこの時腰が丸まらないようにしっかりと骨盤を立てて、このお腹を左の足にこう近づけるイメージでしっかりと骨盤を立てていきます。深呼吸を繰り返してリラックス。で次体を左にねじっていきます。ぐーっとトコトコとねじってあげて、このまま深呼吸をしながら20秒間キープします。この時もしっかりと骨盤を立ててあげましょう。この腸腰筋が縮みにくい方はお尻が伸びにくくなっている。逆にお尻を伸ばしてあげると腸腰筋が縮みやすくなる。股関節の詰まりが解消してくれます。で次反対側に体をぐーっとねじっていきます。お尻が緩まないようにしっかりと骨盤立ててじわーっと伸ばしてあげましょう。でこの時前足、左足の膝下はそんな真横に伸ばそうとしなくても大丈夫なので、お尻が伸びていればそれで OK です。しっかりと深呼吸を繰り返しながらリラックス。で反対側も同様に伸ばしていきましょう。左足引いて、今度右足を前に出して膝下を横に倒す。ここから後ろ足で骨盤、体を後ろにクッと引きます。で骨盤立てて深呼吸20秒間キープ。右のお尻がじわーっと伸びるのを感じましょう。でなるべくちょっとお尻を床に近づけてあげたりとか、逆に余裕がある方とかは手じゃなくてこの肘を床についてあげてもいいです。ただ基本的にはこうやって骨盤立てるだけで十分お尻は伸びてくれると思います。で次に体を右にねじっていきます。手を床についてぐーっとねじっていく。このまま深呼吸をしながら20秒間キープ。さっきよりもちょっとだけ伸びる角度が変わるのがわかると思います。同時に腰もねじっていきましょう。腸腰筋は腰の筋肉なので、腰も緩めてあげると大腰筋も緩んでくれます。深呼吸を繰り返してリラックス。次体を左にねじっていきます。とことこ歩いて左にぐーっとねじる。20秒間キープ。深呼吸を繰り返して、お尻が硬くなって使いにくいから腸腰筋、股関節の前側も硬くなって使いにくくなる。
そうするともう下半身の血流リンパの流れも悪くなってしまうので、こんな感じでしっかりと緩めて使いやすくしてあげましょう。でこんな感じで緩めてあげたら、次仰向けになります。よいしょ。仰向けになって股関節を縮めていきましょう。この左の腰骨前側ちょっと出っ張った部分を見つけます。ここから指 3,4 本分下を左手3本の指で骨盤の内側をぐーっと押し込む感じですね。で右手でこの左手の指先をぐっと押し込んでいきます。さらに添えてあげる感じ。ここから左の股関節を10回曲げ伸ばししていきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で手を離してちょっと膝を抱えていきます。さっきより詰まり感が減っているかなって感覚があれば OK。 まだ詰まるなって感覚がある場合は、この腰骨の前側のちょっと下の部分を両手の指先でぐーっと押し込みながら左の股関節10回曲げ伸ばししていきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で再度膝を抱えて股関節の詰まり感が減っているのを感じます。でここからさらに股関節を曲げる練習、腸腰筋を縮める練習をしていきます。両手で左の前ももを押しながらゆっくりと股関節をぐーっと曲げていきます。手で押し返しながらでも股関節を曲げていく感じ。できる範囲まででいいのでしっかりと曲げていきます。これを5回行っていきましょう。せーの。1、2、3、4、5軽く緩めて、1、2、3、4、5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 緩めて、で再度股関節を抱えていく。ここまでやるとさっきよりもさらに股関節の詰まり感が減っているのが感じられると思います。反対側も同様にやっていきましょう。右の腰骨前側ちょっと出っ張った部分を見つけます。ここより指 3,4 本分下の内側の部分を右手で掴んで左手も添えてあげる。指先で骨盤の内側をぐーっと押し込む感じですね。ここから右の股関節を10回曲げ伸ばししていきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で右足抱えて股関節の詰まり感の減り具合を感じていきましょう。次に右の股関節の前側、この出っ張った部分のちょっと下の部分を指先でグッと押し込みながら10回曲げ伸ばししていきましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で右膝抱えて詰まり感が減っているのを感じます。でさらに股関節腸腰筋を縮める練習をしていきます。両手で右の太もも前側を押しながら膝を胸に近づけていきます。5秒かけて5回ですね行っていきましょう。せーの。1、2、3、4、5伸ばして1、2、3、4、5緩めて1、2、3、4、5緩めて1、2、3、4、5緩めて1、2、
5緩めて、で右膝を抱えて右の股関節の詰まり具合が減っているのを感じます。でまだなんかちょっと詰まり感があるな、気になるなっていう方の場合は最後もう一つだけやってほしいことがあります。ゆっくり体を起こしていただいて四つ這いになります。ここからお尻骨盤を後ろにぐーっと引いていきます。これも股関節を曲げる動きですね。ゆっくりぐーっと引いていって、なんかここで詰まるな、気になるなって部分があれば、そこで体骨盤を前後に揺らしていきます。ゆら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 で、体前に戻して再度後ろにぐーっと引いていきます。さっきよりもちょっとだけ進めると思います。でまだちょっと引っかかる部分があると思うので、そこでまた骨盤を前後に揺らしていく。体を揺らして、筋肉はねとにかくほぐして伸ばすだけじゃなくて、こうやって縮めたり動かしてあげる、動かす練習をしてあげるとどんどん詰まりが取れて動かしやすくなってくれます。最後体前に戻して後ろにぐーっと引いていって股関節を曲げていく。ここ詰まるなーって感じる部分までいったら、そこで骨盤を前後にゆらゆらゆらとしていきます。同じ股関節を曲げる動きでもこの動かし方が変わるとまた効果も変わってくるので、膝股関節を曲げるだけじゃなくて、この骨盤を後ろに引く動きでも股関節を緩めてあげてください。でゆっくりと戻っていく。お疲れ様でした。ここまでやってあげると、最初のチェックですね、この股関節の詰まり感が全然変わっている、減っていると思います。両方とも確認してみてください。で左右差確かめて、硬い側があればそちら側をもうワンセット、この押しながら動かす、曲げ伸ばしする動き、押しながら曲げ伸ばしする動き、押し合いっこする動きをやってあげてもいいです。股関節の詰まりは長年の姿勢とか生活習慣で出来上がってしまうので、今回の1回で 100% ゼロにすることは難しいと思います。ただこれを毎日続けてあげる、ちょっとずつちょっとずつ筋肉を緩めてあげる、曲げるよ、こうやって曲げるんだよ、縮めるんだよっていうのを教えてあげると、どんどん股関節の詰まりが解消して腸腰筋を使いやすくなってくるので、ぜひ続けてみてください。で反り腰の方は腸腰筋を縮めるのが苦手なので、こちらの反り腰改善リリトレをやってあげる。で股関節の動きはこの側関節、足首の動きと連動しているので、この足首が硬いよ、こうやって手前に引くのが苦手だよっていう方の場合は、下半身をじっくり緩めるフォームローラーをやってあげる。でいろいろ試してみて、どれをやるのが一番股関節緩むのかなっていうのを感じてみてください。では本日はご視聴どうもありがとうございました。このフォームローラーの使い方は部位別、不調別、あと美容系で再生リストにまとめて概要欄に載せているので、気になるものがあれば覗いてみてください。あとインスタもやっていて、そちらでは短時間できるリリトレの方法とかレッスンの受付とかもそちらでやっているので、ぜひ見てみてください。ではまた。